せんか？まだですか？っていうのが多かったので、ご要望にお答えして作り始めました。人と人とのつながりみたいのをすごく大事にしてるところで、作ってるものはすごい昔のものっていうか、すごい斬新なものとかはちょっと本当出てないって思う。そこはね、ちょっとまだこれから勉強しなきゃなって私も思ってるんですけど、安心して食べれるものを作りたいなと思っていて。ちょっと焼きますね。もうちょっと。こっちです。うちはシュークリームをご注文いただいてからクリームを入れるので、このカスタードでもあります。
ります。レアチも1枚いくね。じゃあ上に。そうだね、もうね。このままで。そうです。型外しといた。
私一人が作る側が発信というよりかは、あんなの食べたい、こんなの食べたいっていうと作ってみたりとか、でデザインもなんかこう、ああじゃない、こうじゃないって言いながら、こうが可愛い、ああが可愛いっていう。裏から持ってこなきゃか、これからは。干してあるのね。はい、そこから持ってこなきゃ。私ここにあるの使っちゃいます。あ、いいよいいよ。森林とかで大きな森で、なんかそういうイメージで、いろんな人が、みんながこう集まってくるような、そういうふうにしたくて。エリカさんさ、昨日教えた1台いちごのタルトやってくれるかな？うん。
ですよ、めちゃめちゃ。これをぎっしりと。もう1個入れたいかな。にいっぱい乗ります。なるべくいっぱい乗せます。ぎっしりと入れます。止められないので、うちでは悪魔の食べ物で。ダメですね。本当に美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。これを今湯煎にかけて温めます。ごめんね、釜開けるよ。はーい。
今何の確認だったんですか？今焼けてるかどうかです。そうなんです。焼けてないとここ押したらくぼんだままになるんですよ。生焼けなので、こうちゃんと戻ってくれば焼けてますっていう合図なので、状態、生地の状態を極めて出せるようになってもらいたいので、ですね。これがでも一番綺麗、表面が。チーズでやってみる。皆様の日常や特別な日の1ページに残るような優しい時間をラコリーのお菓子とともに過ごせていただけたらなと思います。旅行台でお待ちしております。
常連さんかもしれない。子供連れ主婦、奥さんのお使い的なって買いに行買っくみてきてっていう。だいたい11時過ぎにはガラガラになっちゃう。昨日炊いたカスタ。めっちゃ入りますね、一度。いつも癖で入れすぎてしまうなんか昔はゴロゴロさせたやつを入れたけど、食べるとき細かい方がいいなと思って切るようになったら明らかに多くなってまあいいかと思って。ちょっとホワイトチョコ、ちょっとアクセントでいつも。
はアーモンドクリームでタルトに流して焼く生地。キャラメル生地に
このお皿色綺麗ですね。そう、作家さんの一点一点の手塚、富山の人なんですけど、その人のお皿を使ってやりたくて、ケーキがなくなってもお皿が可愛いっていう。チョコのケーキの生地。れなんですか？これはクランブル生地です。クッキーみたいなちょっとザクザクしたような、贅沢すぎて溢れそうな気がしてきた。めっちゃ乗ってる。
けど感じに。多いダメージ。気まぐれのケーキです。だからなんか仕上げとかも今考えながらやるっていう。いいやつです。気分ケーキ。これはリンゴをコンポートしたもの。煮すぎて原型ないのも嫌だから割と軽く煮たやつですね。
これ越し。交通整理しながらお客さんと喋ったり子供と戯れたり、お客さんのマスコット的存在になってて、お母さん雨なのに大変だねとか気遣ってくれたり影の重要な存在お待たせしました。こんにちは。いらっしゃいませ。とりあえずバナナジュースにはい。これも食べたかったし、それかわいい。ありがとうございます。じゃあちょうど頑張ってください。もうここの店ができた時ぐらいから来てます。誕生日とかクリスマスとかイベントごとの時にそうですね、結構来ます。一番好きなやつとか。やっぱでもいちごのショートとかは結構美味しいかもしれない。シンプルに美味しい。シンプル全部美味しいです。まあ一組ずつに来店の流れになってて、暗黙でお客さんがそれを守ってくれて、だからお客さんも1対1でいつも来てくれる方との会話とかも楽しめたり、後ろの人気にせずここだけの空間で接触できるから、それは私も楽しくて嬉しくてっていう。インスタにあげます。一日にインスタ投稿するのめっちゃ多いですね。じゃあ2回は投稿して、ストーリーは1回か2回か。30分。
早ければ3月に牡蠣のさ、だし醤油みたいなやつがあるね。甘い醤油だから。名前が魂のシュークリームっていうんですけど、名前の由来っていうのが、カスタードを作るのにとても大変な作業で、もう皆さんが魂を込めてカスタードを作ってるっていうところから魂のシュークリームという名前になりまして、いつの間にか、一番のヒット商品になりまして、おかげさまでよく売れております。
メロンってちょっとある。全部入っちゃいます。必要でしょうか。
っていうところの最近ね1時半ぐらいに戻ったっていうことになってます。入ってないです。25とかです。サンドラジオの顔の方は
アルコール類やマーガリンと着色料とか、そういうのを一切使わずにケーキを作っておりまして、妊婦さんとかお子様いろんな方に召し上がって安心して召し上がっていただけるようには心がけております。店作りにしても一応バリアフリーだったり自動ドアだったり車椅子やベビーカーも安心して入れるようには、心がけています。これから秋に向けてだんだん桃が冒頭に変わったり、あとはブドウですね、マスカットや巨峰、ピオーネになったり、あとはかぼちゃ、栗、芋、この秋の、味覚たちが賑やかになると思うんですけど、冬に向かってはもういちごとチョコレートがメインになっていますね。なので1年通して結構いろんな種類の、ケーキを作ってますので、気が来ないようには心がけております。これ2個合わせて9対20ってことですよね。70% カカオの、結構酸味の強いやつです。チョコレートね、これが 70%、パナマのチョコレートで非常に希少価値の高いカカオ豆を使って作ったチョコレートですね。このムースの中には砂糖を使わないんですよね。一切お砂糖を使ってない。その代わりにこの天下とトレモリンという糖を使います。カカオ分がすごい高いチョコレートを使ってムースを作るので、滑らかさの出すためにこのトレモリンを加えます。
混ざりやすい生クリームにするってことよね。このぐらいまでで、この生クリームをどこまで立てるかっていうのもすごくポイントなのね。何をどうやって混ぜていくかっていうことに対して生クリームをしっかり立てていくのか、少し柔めに立てていくのかっていうのもすごいいいお菓子を作るためのポイントですよね。はい、こんな感じですね。滑らかでちょっとね、ふっくらした感じに揚がってると思います。全体を入れていきます。ほとんど粉が入ってないような非常に軽くて口どけのいいスポンジ、ビスキュイという感じですかね。砂糖が粉が入ってないからね、重くならないですよね、食べた感じもね。これはチョコレート用の色素があるのね。カカオの豆から出た油で作った色粉だね。今40度で、今度は26度ぐらいまで下げます。はい。抜ける硬さになったら抜いていきます。これで抜いていきます。2枚39度ね、もうちょい必要なんですよね、温度がね。これ見てもらうと分かるんだけども、ツヤが全然違いますよね、さっきとね。なので
こういうようなことのためにミキサーをかけてます。はい、今50度ぐらいですね。真っ黒でザクザクなんだけど、それには生地を仕込んでから4日間ぐらい冷蔵庫で寝かしたりするんですよ。自分が美味しいと思ったものをきちっと出したいので、そんないっぱい焼かないけどこんな食感なんだっていうことなんですよね。うちはこれで、1時間入れて反転してまた53分ぐらい入れて結果を見るというような感じです。で1時間ぐらいだとまあこんな色ですよね。こんなそしたらじゃあここにバニラのペーストと桃のエキスです。でこれをちょっと香り付けに入れます。で中に入ってるラズベリーの方はムースじゃなくてちょっとカスタードチックなテクニックを使って作っています。牛乳の成分の部分をラズベリーの果汁で作りました。この黒いつぶつぶがいっぱいありますよね。これが、バニラのペーストになります。でこれが入ることによって非常にバニラの香りがしたり桃の香りがしたりってことですよね。
これは桃のゼリーですね。どうしよう、電気つける？大丈夫です。大丈夫？いつも通りで、はい。ありがとうございます。はい、そしたらホワイトチョコレート2種類、あとはコーヒーのエッセンス、エキスが入ってるのと、アーモンドの、細かく刻んだものがをローストしたものを中に入れてソースとして使っています。はい、そしたらソース状になります。つけていきます。余分な分を落としてっていう感じ。メリメロというのはごちゃごちゃ入ってるとか混ぜ合わせとかっていう意味です。中にはいちごだけじゃなくて、アプリコットとか洋梨のシロップ煮が入ってます。でそのシロップ煮の甘みと生クリームがこうつなぎ合わせてくれるっていうかな。ラズベリーとバラの香りのついた焼きメレンゲですね。練りパイという生地を使っていますので、かなりこう普通のクッキー生地と違ってザクザクしてるような感じですね。
河内ブッセって小川さんが考えたんですか？それで八尾のお土産を作りたくて、それで八尾市でそういうコンテストがあって、あれ賞ももらってるから、これがやっぱり一番の人気商品ですね。河内ブッセ枝豆味とかあるんですか？八尾はね、枝豆がね特産でね。大体うち全部シロップに使ってるから、これもお酒入ってるんで。そこまで綺麗にしなくて、この上にモンブランクリームを絞るの、ある程度これが芯になる。これはね、プラリネパウダー、アーモンドとチョコレートが入ってます。粉砂糖、モンブランという、ブランっていうのは白っていう意味だ。モンっていうのは山、白い山。マロングラッセをのせて。これはアプリコットジャム。普通はみんなね、このまま使わはるんやけどね、うちはね、みんなマリネするんですよ。そしたら味が抜群に変わります。フルーツってやっぱりそれぞれ美味しいものと美味しくないものが熟してるか熟してないかで変わってくるので、シロップにつけるとかそこにお酒を入れるとかでやっぱり強調されてくるから味が均一化される。身がピュッとし引き締まる。
行きますよ。河内ブッセって小川さんが考えたの？それで八尾のお土産を作りたくて、それで八尾市でそういうコンテストがあって、あれ賞ももらってるから。
じの合わせてあげないとやっぱりずれちゃうのでね、こうやってね上と下が違うのになっちゃうと具合悪いんで。
しぶって食べたことあるんですか？あります。美味しいんで、結構バタークリーム美味しいんで。枝豆とかが変わってるじゃないですか。量って感じ、この地域のあれなんで。量の持っていくとびっくりしつつ、なんかみんな食べてます。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。行ってきます。こんな感じになります。いただきます。ありがとうございます。スイッチオン。これはね、国産栗で、今使ってるのは熊本の栗です。国産栗なんだけども、その時の一番いい状態で提供できるものを選んで作ってます。で、これにちょっとお水を足して柔らかくします。こんな感じになりますね。これを絞りやすいようにグラムを分けていきます。モンブランマシンで絞った時にここに空気が入っていると、その空気でうまく絞れないので、成形をしながら中の空気をしっかり抜いてきます。小さいお団子の人のようにこれが栗のモンブランの元になります。こちらは宇治抹茶のあんこです。よいしょ。これがさっきの栗のお水の代わりに少し絹糸クリームを柔らかくしてくれる効果があって上手に絞れるんですよ。混ざった感じになってきました。抹茶の苦みと栗の奥深い甘みが合わさって最高に美味しいです。でここでまたさっきと同じようにお団子を作っていきます。いつもは一発でできるのにちょっと緊張して全然感じてなかった。はい、贅沢抹茶が出来上がりました。じゃあこれで抹茶がおしまいです。これだけではモンブランを絞るほどの柔らかさとかがないので、ここに紫芋のあんこを追加していきます。すいません。ちょっと柔らかいんでこれが紫芋でございます。いい色。はい。栗のトッピングもね。
これは柔らかいのでちょっと小さく切って、うちの干し芋は紅はるか、めちゃくちゃ美味しい。こうガムシロの中に入れてツヤが出るのとちょっとくっついちゃうんで、こう今日は干し芋は食べれませんっていうぐらい食べたね、毎日ね。紫芋も栗もだけど、もう最初に作る時は何日もかけて探したね。これがですね、白あんの大福です。よくお団子っていうと白玉団子と思われる方がいるんですけど、中に白あんが入っていて全然白玉団子よりも柔らかくて美味しいんですよ。これがうちのお団子の中身です。自動販売機で販売をするので、下にホイップをたっぷり入れないと剥がれちゃうといけないんで、結構ちょっと多めに入れてあります。こんな感じで4つ入れます。ここで作るか。あー、香りが速攻でくる。そうなんですよ。もう絞ると栗の匂いが溢れてくる感じで。こちらが一品紫芋ですね。じゃあ最後に抹茶を作ります。はい、こちらが贅沢抹茶です。はい。はい。蓋をして大体30分ぐらいすると送れるようになります。はい、じゃあ次はモンブランアイスを作っていきます。細かいやつです。そう今までは正直破棄してたんですけど、冷凍のアイスを作ることによって、大事に使えるようになったという。そうするとこうアイスと絹糸クリームが3層になって、どこを食べても美味しく召し上がっていただける。中に栗が入ってたら嬉しいとか、そういう言葉をいただいて、じゃあ3層にしようっていうことで、これもやっぱりお客様に教えていただいて出来上がった完成形です。ここにこの
ソフトクリームには秘密があって、あえてあっさりしたものを選んでて、その分他のこう紫芋とか栗の味がよくわかるんですね。毎日作ってますけど、毎日美味しそうだなとか思って結構工程がたくさんあって大変なんですけど、でもやっぱり皆さんがこう美味しく食べてくれるということを考えながら一個ずつ作ってきます。はい。ソースプレートに入れて、これで30分で完成です。アミューズとして参入したい。今日も最後までよろしく。入れて、じゃあ看板積みに行きます。じゃあ今日はですね、いつもこのゆうちゃんとはるちゃんのイラストを前に出すんですけども、今日はここを人がいっぱい通るのでこの作戦でいきます。よくない？いいと思います。いいでしょう。出来たてが一番美味しいんですけど、やっぱりお家にいる家族の人に食べさせてあげたいとか、ちょっと今お腹がいっぱいで食べれないっていう時にお持ち帰りも準備してあるので、サンプルでございます。
シャなのこれは。中身はこんな感じになってますって教えてあげれるように。うちのモンブランって説明しないとわからないでしょ。たこ焼きとか焼きそばとかクレープとかは別に説明しなくてもお客さんはわかるんだけど、うちのモンブランは説明しないとわからない商品だからこそ、わからないところをわかりやすくするように日々努力をしております皆さん話してる。エンジンかけます。今日お客さんがこっちなんで。なあ。じゃあ行ってきますこれでいいかい最高です。真ん中は中が白あんの大福のお団子になってるんですよ。これ食べたいと思って。嬉しい。広告がポストに入ったんですよ。それで見た時にモンブランがあって、どうしても食べたいなと思って来ました。こちらが高級和栗のひねくモンブランサンドです。じゃあこちらトッピングして仕上げますね。ありがとうございました。ありがとうございます。えいよかったら出店してよ。可愛い。どうもありがとうございました。すぐ召し上がりますか？お持ち帰りされますか？はい、こんな感じになります。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。お二つお持ち帰り。はい。はい、こんな感じになります。トッピングして仕上げますね。岩倉にあるじゃないですか。はい。泊まってるのは知ってて、もともとでもやってるのかな、どうなんだろうってずーっと気にはなっててね、一回食べてみたいなと思ってて、念願。白あんの大福のお団子があって、レギュラーサイズは中身こんな感じでお団子が4つ入ってます。こちらが高級和栗のキネイトモンブランのミニ団子になります。トッピングして仕上げますね。はい、大変お待たせしました。どうぞ。はい、皆さんの分のスプーンもお持ちくださいね。ありがとうございます。
じゃあこれちょっと飲んでみてください。これだなこうだな。あそこの前をずっと通ってて、ずっと気になってた。やっと来れました。こんな感じです。すごい。はい、こんな感じになります。いただきます。私の子供の名前がゆうちゃんとはるちゃんで、孫ですわ、私の親子なんで、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆうたはるです。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。
左指示。よかったです。心が歪んでるんで。100名ぐらい分は取れます。切る時ってあれ上のやつ下ろすんですか？下ろして切ってですね。なのでちょっと粉糖をかけて若干外れやすくしました。デコレーションのイメージついてきましたか？あんまりまだついてないんですけど、いつもアニバーサリーとか誕生日ケーキとか、もう作りながらって感じですか？作りながら、あといつものアニバーサリーとかだとお客さんからこんな感じとかいうデザインのご要望とかあったり、年齢層とかでちょっと考えながら合いそうな感じで飾ったりですかね。あとはフルーツの形とかも違うから、その時のケーキの感じとフルーツの感じと乗せながら調整していってっていう感じのアバウトな感じです。150でこれにしようか。こういうふうに。だけど。すみません。150でこれにしようか。こういうふうに。ゼリーですか？そうです。バラのゼリーになります。そう、つけますか？あ、その方がいい。
くはのり。うわすごっ。すごいね。還暦なので上っていうか赤メイン。あ、そうなんだ。で紙にちょっと今粉糖取れるようにちょっと粉糖かけたんですけど、あと運ぶ時に危ないから生つけるか、な、そうなんかその方がいい。それは俺手で持とうか。別々にこちらからキープをさせてもいいですか。はい。です。ありがとうございます。じゃあ、はい、ありがとうございます。ロリエの飾り付けで。これもね、その人によってバラバラなんですよ。一緒じゃなくていいかなみたいな。やりやすいですけど難しいです。ブラックベリーがあったらブラックベリーも使うし、ない時はブドウを使うしっていう。これ自由なんですよ。ベリー系のナパージュになります。これ
も花の指定がないんで、毎回来る花の色が違うんだろう。どのお菓子にどの色が合うのか、それも自由なので、その人の感性によるところが結構多いですね。
回やってこれ難しいな。とか言っても料理人が作るやつって料理に見えないぐらい綺麗じゃないですか。じゃあそれをタルトの上に表現しましょうよっていうそういうのでやってた。紅茶はお菓子にならないでオリジナル紅茶を作りました。
やつじゃん。いきます。入れちゃう。が焼き上がります。そうでウェディングケーキ打ち合わせとかデザートビュッフェとか全然違いますね、ケーキの中でも。
ケーキの綺麗さ、他のケーキ屋さんとはやっぱ全然違うので、スタイルであったりとか、オーナーが自由な発想なところに惹かれましたね。テイクアウトはできるんですけど、こちらで提供するのが一応旬のもの、その季節のもの。おすすめはこのやっぱりルージュ・アントワネットですね。お酒も大丈夫ですか？チケットはです
ですね、フランス語で一応可愛いっていう意味があるんですけども、あんまり持たせたくなくて、短くて分かりやすい名前、誰でもすぐ言える名前にしようと思ってその名前に決めました。店舗が2つになりまして、ちょっと1人じゃどうにも大変だということで、こちらはこちらでシェフをやってくれる方いらっしゃったので、お願いして2人で考えてるって感じですかね。両店舗とももう今スタッフにいろいろお菓子を考えてもらってて、いずれは自分のフィルターを通すので、他の人の感性とか考え方とかそういうのを大事にしたいなと思って一緒に作ってるっていう感じですね。一言で言うとどんな店だと思いますか？タルトという分野を突き詰めたお店ですかね。どうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいな。私もみんな美味しいけど今日はこれを求めて。そうです。一回温めて茶葉の粉っぽさをなくしてからマスカルポーネチーズと合わせるようにしてます。いい匂いですね。いいお茶を使ってるんです。近くのお茶屋さんのお茶使ってるので。
はありますよね。お芋のペーストとお砂糖を今
みに来られたことはあるんですか？何回か姉が来るって言うから珍しいから食べさそうかなと思ってお茶受けにもいいしね。いつも主人とねほらいろんな種類あるから半分こしてね食べて一番好きな味とかありますか？ほうじ茶とか紅茶とかまあみんな美味しいけど。他は全部あんこが入ってますね。で、生クリームあんこ。はい、にします。買いに来るの初めてですか？そうなんですよ。今日はこれを求めて。そうです。めっちゃ可愛い。美味しそうほんで。もちもちで。なあもちもち楽しみ。すごいいい匂いやし。僕は本業でデザイン事務所を知ってるので地元のデザインとかを結構してるんでどうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいな。どら焼きって言ったら 99% ぐらいみんな赤ん坊以外は知ってるみたいにねどういうものが想像できるからなおかつそこにクリームとか挟んで和洋折衷というかなんか若い人にも届けられるなっていうところで地元のお土産にしたかったのでザビエルをキャラクターにして、近くにザビエル公園というのがあって、実際ザビエルが堺にやってきたっていうのがあるので地元を語るっていうところでなんかお土産になるかなと。ありがとうございます。